オーレクラスサイズはメニューとまあ違う系です。なんか結構レギュラーして言わんみたいな話も。いっぱいよ、いっぱい。メニューするよ。マイコントロール。コントロール、オッケー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 。一応その今言った並びのお皿は全部いってみます。はい。いってみます。はい。で、オッケー任せてください。ありがとうございます。お願いします。今日も全力で頑張ります。しっかりとついてきてください。はい、それでは皆さんお待たせしました。では早速始めてまいりましょう。サバーシュフィッシュ。はい、では皆さんお待たせしました。一口でパックンチョを召し上がってください。ワンバイトプリーズ、ワンバイト。はい、それでは、こちらが、今日は、脂の乗ったカツオですね、戻りガツオ。こちらと上下には、グリルチーズを混ぜたシュークリームの皮を平らにしたサンドイッチ。上には見えませんが玉ねぎの甘いクリームを忍ばせ燻製をかけたキャビア。上にはニンニクのチップご用意です。洋風のカツオのたたき。どうぞどうぞ。こちら見て食べていただいたら、あ、大石に来たな。そのように言っていただける方が多い一品。要は定番です。下からカリフラワーのクリーム。今日は、アメリカ USA サンタバーバラの、シーウチン、紫ウニ。そして上にかかりますコンソメがどこよりも軽く淡く柔らかいコンソメ。花ホジソがあります。上澄みだけだとちょっと和食みたいです。でも今日はせっかくフレンチ。半分過ぎたら下のクリームと混ぜてください。クリーミーになったらフレンチです。どうぞどうぞ。今入ってます。
すごくいい先輩なんですよ。初めてやるからひたすらお金と時間がかかる。本当に。してもらっていいですかみたいな。そうだね、僕もじゃあちょっと少なめにしてください。出していいよ。スタートからでもここがこのタイミングが一番すごい美味しいです。ありがとうございます。サンドイッチご用意でございます。前回、今日からです。先ほどの回から、秋メニューがスタートしました。今日からです。今日から。はい。秋のメニューを堪能していただければと思うんですが、こちらのメニュー。前回の夏メニューは出てないんですが、その前の春メニューでこちらご用意をいたしました。あまりにも評判がよく、再発売ね、ということで、まずは中身が、三重県の松阪牛のお肉を使ったハンバーグ、松阪ビーフ、ハンバーグ、オニオンキャラメリゼ、チーズで、オレンジソース、パン、クロワッサンデニッシュパン、フィニッシュ、チーズ、フィニッシュ、フリージャーヘンズ、セクシーロボットの文脈とパリ人からした異世界をちょっと知ったので、既存の
人ぐらいできる。ありで、はい、じゃあまとめランキングでそうですね。ゲームの中で殺人とかこちらが、すっぽんのコンソメスープ、ソフトシェルタートル、のスープですね。20 hours very strong taste very strong うまみねスープに、今日は松茸を合わせました。オータムテイストベリーグッドです。どうぞ。どうぞ。お待たせしました。こちらが、前菜の盛り合わせ、通称8寸でございます。まずはですね、先ほどお伝えしました秋バージョンでございます。はい。まずは6時の頃、8種類のお野菜と、ホタテを合わせましたゼリー寄せ。周りのジンマシンのような点々のソースがフレンチドレッシング、うまみたっぷりのソース。ぜひこちらにちょんちょんとつけて食べてください。左奥、こちらが、岐阜県長良川の郡上鮎ですね。郡上八幡というところの郡上鮎。こちら一度コンフィ低温の油で煮ました。その後にじゃがいもの細切りでくるくるくるっと巻いてあげてカリッと香ばしくご用意。12時の頃、こちらが、きのこです。舞茸、しめじ、しいたけ、こちら鶏のムース、ホタテのムースを合わせましたテリーヌです。横にマッシュルームのマリネご用意しました。ぜひご一緒に。そして、最後右側、聞こえがちょっと悪いんですがフランスベネトの、ラパンですね。ラパン、うさぎです。うさぎ。うさぎっていうと皆さんキャーっていう人いるんですけれども、香りとかね癖は一切ありません。ね、鶏肉以下です。はい。ぜひですね、こちらは、手前のこの子の大好物、人参のサラダ、キャロットラペ、こちらぜひご一緒に食べてください。どうぞ。どうぞ。多いね。こんなのあれかかってからの大地区こう意味なし全部ね。
トでも5から10とか好きでしょ。10ってバイトででもあと普通にその年齢のイベントカードとかアメリカ行ったりとか。笑っちゃうんですね。で、うちからやっぱり日本のイベントを通してるんで、本人、広告マネージャー、SP に、で、エアアシスタント、メイクアシスタント、スタイリストアシスタントで、女性になるとネイリストがいるんですよ。はい、それでは皆さん参りますよ。こんなのはなかなかないです。ポルチーニでございます。今日はイタリアからお越しになられたのでポルチーニ、フランスからお越しになられるとセップですね。同じものです。スーパーマリオが大きくなるとき、はい、そしてクリスマスケーキの上に乗ってるやつがこれです。まさに。はい、でこれをですね、今日はせっかく、大きな、いいものが入りましたんで、もう大きな丸ごとですね、今日はフライにしてご用意。頭の部分と足の部分、味も食感も異なります。すぐに絞る人いますが、まずはそのままいきましょう。絞った人、絞ったんですね、今のリアクションは。香り物ですから、まずはそのままいきましょう。で、味変で宮崎県の平兵衛さんが作ったというちょっと甘みのある柑橘、ヘベースご用意です。ぜひ召し上がってください。どうぞ。でもね、これを食べたらね、もう多分忘れないでいただけると思うので、入ればこうやってできます。材料が入らないと刻むしかない。まあちょっと中になんかね、いろんなものが住んでたりとかすると。傷つけよ。足の部分。ベテランだはい。はい。てかそう選手を大谷さんとゴールで。マジですか。昨日多分制服がそれこそ青木さんとアマゾンそうらしいよ。どういうことですか。でも言いたいことは分かる。言いたいことは分か楽しんでますから。これが見つける。どうしても。スラックトライン見てるだろう。覚えてるって1時間4分ぐらいに信号の通り伝わらなかったんですよね。あれはやばかったです。ニューヨークは何歩ですね。ニューヨークは前半いきます。はい。でも4日間は前半も信号しない。GQ のはい、行きましょう。すいません。はい、こちらがですね、丸ごと鶏を、煮ました。で、お料理の名前がドゥミドゥイユと言います。ドゥミドゥイユ。ドゥミが半分、ドゥイユが、お葬式の、喪服ですね。真っ黒の、服のことを言います。これ本当のお料理は皮と身の間にトリュフのスライスを入れて、真っ白い鶏に、黒い、トリュフの色がある。要は真っ黒ではなく半分喪服、半分黒いっていう意味のお料理です。はい、鶏を茹でたものと、トリュフが入ったクリームソース、これが定番です。お野菜ご用意しまして、ちょっと高さがある方が胸のお肉、低い方がもものお肉、ぜひ召し上がってみてください。どうぞ。どうぞ。
切入ってません。はいね、しっかりと。あのライン来た瞬間、挙手なんかマシンってやるのなんか嫌だな。テレビとか見れるんです。2000人のギャラリーとかしましたら、設定でだと首長のおじさん。皆さん参ります。こちらが、和牛ヒレ肉、三重県松阪牛和牛ヒレ肉でございます。で、松阪牛のヒレ肉、結構脂が、軽やかです。あんまり神戸とかみたいにバッと刺し身ではなくて、ちょっと赤みが強い感じ。なのでちょうどいいと思います。で、間にちょっとある意味、油を補うという意味でフォアグラですね。かなり贅沢です。で、肉の周りにはマスタード、そしてその周りにはマッシュルームのピクセル、そしてパイで包んでご用意です。で、ソースは、その、ヒレの周りにですね、もうほぼさっき見ていただいたと思うんですけど、あの中から実際にお肉として使えるのはもう半分ぐらいなんですよ。ね、じゃあ残りはっていうのでおソースにしました。油と筋、はい、ぜひ召し上がってください。どうぞ。どうぞ。最後の手動かしてもらいます。はい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 。で、うちからやっぱり日本をイベントを通してるので、本人、広告マネージャー、SP に、で、エアアシスタント、メイクアシスタント、スタイリストアシスタントで、女性になるとネイリストが
実はフォアグラ自体というよりもそのフォアグラの油がちょっとこう混ざってちょっとコクになるっていう。さらに言うともうそうするとでもさすがに使っちゃうちょっととかって言われちゃう業務時間ぐらいで大盛りで一口大盛りです普通で普通本部でNEXT アバローニライス、日本語言って、アバローニライス、レバーライス、と、バターソテー、アバローニステーキ、フィニッシュ、アバローニスープ、リゾットテイスト、リゾット、ミックス、すごくこんなんでした。バター、ノーバターのルー、ノールー、ベジタブルとオニオン&キャロット、ポタージュスープ、カレーテイスト、ノーカレー、スープ、どうぞ。なんかどっかの設定もったいな。めちゃめちゃできえって言ってた。何も最後もらうことになる。いや、絶対どこも美味しいんだろうけど、そんなのないもんね、特に美味しくないと。アドプソンじゃん。それだけ？3つ時代の新庄。その前日本で意外に接待もなんかうまくいくって使われるわ。リンゴですね。リンゴ。こちらを中をくり抜きですね。リンゴスープ仕立てでご用意です。で上に浮かしましたのはマールと言いまして、ワインを絞るとワインを作るときに出ますブドウの絞りかすで作った蒸留酒。要はブドウの焼酎で作ったシャーベットをご用意です。ぜひお口をですねさっぱりさせてください。どうぞ。どうぞ。栗置き。
올해 인상 깊었다 중에 하나였어. 그건 확실해. 저번에 사진 원래 안 찍잖아.あれいいですね。こっち見ちゃった。大丈夫。ナイスですよ。よいしょ。ケンちゃんな。괜찮아요?オッケー、セーフィニーです。ラストですね。最後です。モンブランです。どうぞ。どうぞ。タロッコが有名な店なんですけど、お店オケパチタとかであるんですけど、コミュニティっていうのは寿司コミュニティの寿司レストラン、バトル寿司コミュニティ、みんな美味しいメニュー。Thank you, Ginza Oishi, for the incredible meal. Now it's time for my rating to see if it's worth the travel. Most French restaurants I've been to are more refined and fine dining in style. So this was the first time I experienced a French meal full of hearty, heartwarming, and classic food in a tasting menu format. I also loved how the courses were structured like a kaiseki meal, starting with sakizuke, oban, yakimono, gohan, and finishing with mizumono. Every course was executed beautifully with a few standouts such as the rabbit, chicken with truffle, and Hamburg sandal. Another point I love is that with most meals I have in Japan or French meals I've enjoyed elsewhere, I usually leave about 70 to 80% full, but here you're guaranteed to leave 100% full. I left feeling completely stuffed, so overall I'll rate the food a 4 out of 5. In terms of service and ambiance, Ginza Oishi is the most fun and lively French restaurant I've ever visited. If you're in a bad mood, you'll leave in a great one after the meal here. Chef Oishi is entertaining and fun-loving. I love how he personally visits each guest to pose for photos and collectively introduces each course to everyone in his loud yet inviting and happy voice. It's without a doubt a solid 5. The restaurant is located in Ginza, surrounded by shopping centers you can visit before your meal, as well as multiple highly rated bars to check out after. The location is a perfect 5. The omakase is 30,800 yen, which is roughly $206, making it 3.95 for the price. The overall rating is 4.48, which makes it worth international travel. So it doesn't matter where you're traveling from, Ginza Oishi is worth the visit. Thank you so much for watching. See you in the next video.